公式だけどじわじわ来る画像や漫画のシーンが見たい。公式だけどよくわからないシチュエーションの画像ってじわじわ来ちゃうよね。この画像は北斗の剣コラボグッズ用に描かれた北斗4兄弟のキャンプ。全員凄まじく気まずそうでは。ジャギでもいいから誰か何か言わないかな。ジャギ、ここは空気読んで黙っておいた方がいいな。誰も楽しくなさそうで草。エヴァもそういうじわじわ来るやつが結構ある。これはヒゲ剃りのシックジャパンとのコラボ画像。親父が目立ちまくってるが綾波もニッコニコで草生える。綾波の言動に対する恍惚の表情何？親父ニッコニコで草。予言しよう。ガンダムウィングの画像まみれになると。今日はガンダムウィングの話をしていいのか？コラボじゃなくてもトンチキ画像が溢れまくってるのおかしいんだよな。これマジでどういう意図だってこの構図で描いたのかさっぱりわかんないんだよな。前に見た突然巨大化してしまった一人とそれを見て見ぬふりする残り4人っていう解説が一番しっくりくるんだもん。こっちの2人の初夜に乱入してきた4人も好き。キンカム出そうかと思ったけど変ではあるがシチュエーションはわかるのばっかりだった。無念。バーニャ。アニメ誌のイラストありならこれ。嫌そうな顔してるやつはまだいいとしてまんざらでもない顔してるやつはどういうシチュなんだよ。そういうお店のパネル写真と言われても信じるぞこれ。この画像を貼れる日が来た。ご知賞の女性比率が 0U の女装。嫌なんでだよ。女装の必要ないだろう。漫画初期特有の誰だお前感。これ1話の時点でイチゴがこんなキャラじゃないことも含めて草。でもカメラマンにちょっと新連載でインパクト欲しいから刀舐めてもらっていいって言われたらやってくれそうだし。進撃の巨人関西弁バージョン企画公式です。贅沢言わないから全巻やってほしい。関西弁バージョンならこれが好き。もう壁がさあいかれとんね。はよ塞がんとまた巨人たちがこんにちはしよんぞ。このノリで丸々一冊分やったところに恐怖と愛を感じる。ちゃんが川遠になってるの好き。もしかして関東人のなんとかじゃんを関西人は嫌っていて言わないっていうネタも兼ねてるのか。インターナショナル版北斗の拳。何これ何？どの言語の人が読むんだよ。作者が描いた笑顔のキャラへ。お前そんな笑顔するキャラじゃないだろってのがちらほら。左下見つけた瞬間から笑い止まらない。助けてくれ無理だ。風間さんとか三輪は姉とか兄が亡くならなかったらこういう風に笑ってたのかもしれないって少ししんみりする部分はある。二宮はマジで存在しない過去っぽくて怖い。二宮さんの中では自分はこれだけ表情を作ってるつもりなのかもしれんし。バーロー。わざわざ件名を入力してるところにじわる。バーローじゃなくてバーロなんだ。黒幕に主人公たちが制裁を与えるシーンなんだけど、下の人だけなんか攻撃がマニアックすぎないか。お茶吹いた。左手すげえな。マイムマイム。全部じわる。人数多すぎ定期。これで一番じわるのが温かい目線の先生方なんだ。このアイキャッチの表情が絶妙すぎてじわじわくる。お手本のようなゴミを見る目。元柱を見る目か。これがなお片方にとっては父親。これでなんかめちゃくちゃ笑った。生き急ぐな。完全に殺しにかかってて笑う。単体で飾るとへっぴり腰のミホークって言われてて草生えたフィギュアだ。自信があるならやれ。言ってることは至極真っ当なんだけど絵面がね。怖い。これとのの足が100かので個人的に狂気を感じたシーンに今日。100かののはマジでなんか苦手。じわじわじゃなくてゾワゾワする。まあ控えめに言ってクリーチャー化してますからね。おたての貝柱。謎の勢いがあっていい。掲載時の広告枠を埋めるためらしいが他に方法はなかったのか。急に賢者タイムになったみたいで吹き出す。この状況で静寂に包まれているのはおかしい。何してんなこんなところで。女の子。それはこっちのセリフだ。しまった。眉炭出禁にしてなかった。やっぱり眉炭カンフーは基本だよね。これを見に来た。何度見ても右下がツボ。公式でなんかおかしいと言えばやっぱなると。キーさんは漫画読んでる時は何とも思わなかった。後からネットでネタにされてることを知った。そのあたりは勢いで読んでいる人と絵から情報を読み取っている人との差もあるからね。キーさんに関してはネタにされすぎてる感はある。初見でそんな変な気しないでしょう。する。生き残るのはどっちだ。食われとるやんけ。シャンクスがヨガやってるというパワーワード。これ大好き。彼岸島は出禁にしないとダメ。でも彼岸島側は真剣にやってるから。いやこれはじわじわというか爆笑だろう。いい顔でボーボボを読むクロロ。これボーボボなのか。ブラップラーバキ外伝の扉へ。なんだこの動き。もうマトリックス知ってる人減ったんだな。彼岸島は禁止レベルで多いけど特にバサッバサッブラブラ
パーンギャーの流れが苦しいほど好き。先生へのセンスが遺憾なく発揮されている。一瞬日本に転生した上で死んで異世界転生した俺は過小評価されるけどちょっと巨人化してみたら一斉に手のひら返しでみんなからチヤホヤされたけん。トラックに引かせるためにワンクッション挟むのはカバを巻きながら食べてそう。靴脱いでて偉いと思ったら靴足りんな。内閣総理大臣、サウナ大統領、総理なのか大統領なのかわからんのよ。チャオとコラボしたいないレマンが人間を知る旅の途中でベイブレードに出会ったフリーレン。変な画像ってわけではないけど一瞬2回不能になった。画像じゃないけどバイオハザードと世界名作劇場のコラボ。ニコニコで初めて見た時は無駄に高クオリティな日創作だと思ったわ。ねえ、誰なの？怖いよ。ドラえもんのガールフレンド。みんな知ってるね。夏がまた開けるんだよ。ねえ、誰なの？怖いよ。ドラミちゃんこの姿はこのカットだけで初登場時にはすでに今の姿になってるんだよな。コラボ案件は結構多いらしいお方。本人の真面目な絵柄と品物がじわる。ならこれも出そうかな。オイルサーディンつながりだしいいよね。待て、シャアのコラボ出し始めたらそれだけでスレが埋まりかねん。50周年だからキャラも50歳にするね。ドロンジョ様美魔女すぎんか。変な画像と言ったらあれなんだが、ドンキとゴールデンカムイコラボの画像。様相のアシリパさんが普段のイメージと違いすぎて単体でお出しされたら誰かわからん自信ある。憲法下のふりをするゴルゴ30。ゴルゴさんそんなこともできんのか。銀玉も結構そういうのある。これは良いシチュエーションだし見ないい笑顔だけどあまりにも逆光すぎる。そういうの狙ってそうなのがまた銀玉だよな。公式というか原作者が一番フリーダム。一周回ってヤンキー度合いが強い爆豪が一番似合うな。これショートがちいかはちゃんって呼んでるところが好きすぎる。掲載誌の表紙を飾りましたが何か。なんならアニメで走馬灯に映った。ヒロアカの堀越先生以上にフリーダムすぎる。これ缶バッジになってるのほんま草なんだ。進撃はその手の画像の方向。4年もエレンナにやっても笑える。ジョジョ3部のホルホースが仲間になるかのような扉絵は結局何だったんだろう。ホルホースは仲間にする予定だったのを書いてるうちに仲間になりそうでならないコウモリ的なキャラがいてもいいんじゃねってなって迷った末に仲間入りをやめたのでその名残だと思われる。漫画同士のコラボや企業タイアップはよほど世界観がマッチしないとギャグにしか見えないからな。画像は足立満画業55周年記念イラストを描いたデトロイトメタルシティの若杉先生。言動のいい顔が一番じわじわきた。これでしばらくは一人で勝手にじわじわできます。君一人だけ別作品の住人だよね。どう考えても世界観が一人だけ違うキャラを集めた動画も面白い。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。